元気になれる飴。キエはぼんやりと流れる車窓に目を向けていた。会社から家まで電車に揺られて40分。いつもなら眠くなるはずが、今日は眠くなるどころか昼間のことが思い出されてならない。3年も付き合ってきた彼から唐突に別れを言い渡されたのだ。それも仕事中に呼び出され、まるで世間話でもするかのように、別れようと一言だ。どうしてなのかと聞けば、キエに飽きたのだという。風の噂で聞いてはいた。彼が隣の課の女性に声をかけて、それがうまくいったらしく付き合っているというのだ。まさか隣の課の女性に手を出すとは信じがたい。いくら彼でもそんな分かりすぎることはしないだろうと思っていた。しかしこんなに簡単に別れようと言われ、まるで悪気を感じない彼に、あの噂は本当だったのかもしれないと信じざるを得なかった。おかげで午後の仕事はめちゃくちゃだった。何度電卓を叩いても合計が合わず、何度打ち込んでもミスばかりの書類。自分ではしっかりしているつもりが、やはりぼんやりしているらしい。課長からはキエらしくないと言われたが、どれが自分なのかすらわからない。泣くつもりもないのに涙が流れる。そんなキエの目の前に差し出されたものがあった。キエは視線を目の前の小さなそれに向けた。これを食べるととても元気になるのよ。あなたにあげるわ。声の方に顔を向けると、優しい笑顔の女性がいた。年の頃なら60は過ぎているだろう。しかし決して老婆という風ではない。単に涙で頬を濡らしていたキエに元気になってほしくて声をかけただけらしい。そして元気の源にと飴を一つ差し出したのだ。キエは指で涙を拭った。人がいることすら忘れて涙していた自分が恥ずかしくなったのだ。きっと笑顔になれるわ。女性はまたも言葉を続けると、キエの手に飴を握らせた。キエは手の中に収まった飴に視線を落とした。どうしたことか手の中の飴が温かく感じたのだ。キエは手を開いてみた。見たところ何も変わったところはなさそうだ。どこにでも売っている飴と変わらない。包装紙は水色と黄緑でクールミント系なのかもしれない。キエは飴から目を離し、小さな優しさをくれた女性にお礼を言おうと顔を上げた。ところがそこには誰もいなかった。まだ駅に止まっていないはずなのに、キエのそばには誰もいなかったのだ。電車の中を見回しても、キエと同じように疲れ切って腕を組んで、揺れに任せて体を揺らしている男性サラリーマンや仕事帰りの女性が数名いるだけだった。車両の中の席はほとんどがら空きで、60過ぎの女性の姿は見当たらなかった。ドアに向かって立っていたキエは、女性が立ち去ることすら気がつかないほど心が真っ白になっていたのかもしれないと思った。お礼を言いそびれちゃった。キエはまたしても飴に目を落とした。手のひらに乗せた飴を眺め、たとえ元気が出るとしても、今は食べる気にならない。
そう思った。一粒の飴をそっとバッグのポケットに落とした。部屋に帰ると余計に寂しさがこみ上げる。着替えることもできずにベッドに座り込んだ。この3年間って何だったのかしら。キエはベッドに手を置いた。そこは何度も彼と肌を合わせた場所だ。私は彼の何だったのかしらね。キエよりも3歳年下の彼は入社して間もなくキエに声をかけてきた。何もわからないから教えてほしいと言われ、頼られると放っておけないキエは丁寧に仕事のいろはから教えてあげたのだ。一日の大半、机を並べて仕事をしているうちに食事を共にし、いつしか付き合い始めていた。一体いつから男女の関係が成立したのか、キエ自身覚えていない。何か食べないとな。いつまでも涙していたところで何も変わらないことは分かりきっているし、恋愛経験だってある。出会いと別れを繰り返してきているのだ。出会いがあれば別れがあるんだ。いつかこんな日が来るって分かっていたじゃない。心のどこかで結婚の二文字がちらついていたのは事実だ。その度にありっこないと自分に言い聞かせてきた。年下の彼氏と結婚などあるわけない。夢を見れば自分が辛くなる。分かっていたはずなのに。とにかく食べないと。そう思っても食べる気にならないのも事実だ。そうだ。さっきの飴。食べたくなくてもあのくらいなら。キエはバッグから飴を取り出した。食べようと封を切ろうとした時だった。バッグの中で携帯が鳴った。慌ててバッグに手を入れ、携帯を取り出す。画面を見ると同僚の稽古だった。キエちゃん、大丈夫？電話に出ると、すぐに稽古の間の抜けた声が聞こえてきた。大丈夫だよ。大丈夫じゃなさそうね。こんな時はお酒で憂さを晴らすのが一番だよ。稽古には彼との別れを言ってあった。ずっとキエの相談相手になってくれていた稽古だけに黙っていることができなかった。でも出かけたくないの。それはわかるけどね。しぼんでてもしょうがないよ。よし、出かけるのが嫌なら今から行くから。そう言うと電話が切れた。稽古はキエとは正反対で推しの一手というところがある。キエは流れに任せるところがあるが、稽古は違った。そんな二人だから気が合うのかもしれない。間もなく稽古がビールを下げてやってくるだろう。キエは飴をバッグに戻すと部屋着に着替え出した。翌日も仕事は容赦なく襲ってきた。事務職ではありながら、ゆっくりと机に座ってばかりもいられない。昨日の焼け酒のおかげか、少しは気持ちが楽になりだしていた。それでも、隣に彼が座って仕事をしているのだから、
全くの平常心とは言えないが、キエはお守りのように飴を机の上に置いてみた。机の隅、それでいていつでも目につくところで小さな飴はキエに元気になーれと声をかけてくれているように感じた。大丈夫だよ。今日を乗り切ればいいんだ。どうしても悲しくなったら食べてみよう。キエは飴から目を離した。午前中の仕事は目が回るように忙しかった。隣の彼もほとんど席にいなかったので話をすることもなかったし、忙しさで寂しさや悲しさに潰されることはなかった。辛かったのは昼食時だった。キエの会社では食堂というものがなく、各自自分の机で食べるというのが習慣になっている。キエは自分の席で弁当を広げた。食べようと思うが、談笑している彼の声が耳に入ってくる。平常心だと自分に言い聞かせていながらも、目尻が熱くなってくる。ダメ、涙が流れちゃう。キエは飴に視線を向けた。すると昨日の女性の声がよみがえった。これを食べるととても元気になるのよ。元気になれるなら食べてみようか。そう思って飴に手を伸ばした時だった。電話が鳴った。キエは誰よりも先に電話に出ると、努めて明るい声で社名を名乗った。その手の中には封を切られていない飴が握られていた。午後の仕事は午前中よりは楽だった。その逆に余計なことを考える時間が増える。仕事をしているはずなのに、頭の中では彼とのことを考えてしまっているのだ。彼はといえば何事もなかったかのように鼻歌混じりに仕事をこなしている。私がこんなに苦しんでいるのに。どんなに真剣に悩んでも相手には伝わらないのかと思うと、自分がピエロのように思える。それなのにどうしても好きだという思いは消せないのだ。いっそ彼を殺して自分も死ねたら。なんて恐ろしいことを考えているのかと我に返って頭を振った。しかしその反対にそこまで思い込むほど愛していたのかと思うと悲しさがこみ上げてきた。ダメだ。飴に手を伸ばした。食べたら元気になる。いっそ食べたら記憶がなくなる飴ならいいのに。飴の包み紙を破ろうとした時だった。課長から声をかけられた。よっぽどこの飴とは縁がないのかしらね。キエは机に飴を置いた。電車から降りると歩き慣れた道をゆっくりと歩いた。歩きながら今日一日を振り返った。朝、彼と挨拶するのがつらかった。彼はどう？まるで何もなかったかのように挨拶を返してきた。午前中は楽だった。仕事に没頭できたから。お昼はつらかったけど、電話に救われたわ。午後もつらかったけど、彼はまるで私とのことがなかったかのように振る舞ってる。あれは事実。彼にとっては何もなかったのかもしれない。私との過去なんて何の意味もなさなかったのかもしれない。
考えれば考えるほどバカバカしくなってくる。どんなに泣いても彼にとって自分は次の駅までの通過点でしかなかったのだ。そうは思ってもやはり心の傷が塞ぐことはなかった。いくつもの夜が過ぎた。いつの間にかお酒の量も増えていた。それでも少しずつ傷が癒えてきていると信じたかった。あの飴は相変わらず食べようとすると用事が入って食べることができずにいる。どうしてこうもタイミングよく用事が入るのか不思議だったが、そんなこともあるのだろうと思うだけだった。半月が過ぎた頃の休日、ずっと掃除もできずに休みとなると布団に潜って一日を終わらせてきていた。平日は仕事で気が紛れるが、休日は気を紛らわす術がないのだ。それでも半月もだらだらとしていたせいで部屋の中は汚れ放題だ。掃除しよう。キエは掃除機で隅から隅までのほこりを取った。雑巾で棚をきれいに拭き上げた。風呂場の水垢や窓ガラスの汚れ、洗濯機についた水垢もすべてを拭い去った。気がつけば太陽がだいぶ傾いていた。しかし気分は随分と楽になっている。汚れが落ちれば落ちるほど心の傷も塞がっていくように感じた。すべての掃除が終わった時にはまるで部屋の中がキラキラと輝いて見えた。別にいいじゃないか。彼と別れたことで私が変わるわけじゃないんだから。きれいになった部屋の中で私は一人嘘吹いてみた。本当は心の傷のすべてが塞がったわけではない。それでもいつまでも引きずってメソメソしていても次に来るべき幸せを逃してしまいそうな気がしたのだ。別にあいつじゃなくてもいいんだから。そうだ、別に彼だけが男じゃないんだ。キエは大きくうなずいた。そうそう、別に付き合ってくれなんて思ってないし、あんなやつと付き合ってもしょうがないんだから。キエは棚に置いてあった飴を手に取った。ずっと食べようと思うたびに食べることができなかった不思議な飴だ。これを食べたら元気になれる。もっと元気になりたくてキエは包装を破いた。そして口に放り込んだ。クールミントだと思った飴は甘酸っぱかった。キエはやっと食べることができた飴を口の中で転がしながらほんのり甘酸っぱい味を楽しんでいた。その顔は今までの元気なキエの笑顔だった。いかがでしたでしょうか。出会いがあれば別れがある。頭では分かっていても心の傷は癒えないものです。キエが出会う次の恋が素晴らしいものであることを願うばかりです。お楽しみいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次のお話でお会いしましょう。